こんにちは、よすけです。競合がひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。だがしかし、見事に離陸。原因は設計条件に対して2倍のデブだったから。なので安いプライドをかけて軽量化。だいたい目標の体重まで軽量化できたんだけど、モーターまで軽量化してしまうという致命的な過ち。ラップタイム10秒以上という、史上最遅、投射費、を記録してしまったよ。今回のミッションは至って簡単。軽量化のために小さくしてしまったモーターを元に戻すだけの簡単なお仕事。引き2テストのよすけでも安心の対応力。ということで、サクッと再設計してみました。モーターハウジングの径を Φ4mm から Φ6mm に変更。ただ、これだけだとモーターが大きくなる分、体重が 2.4g 増加してしまうので、すべての骨の厚さを 2mm から 1mm にして軽量化。フレーム単体での体重が 8.6g から 6.0g になるので、モーターの増加分をキャンセルできるはずだ。ということで早速 3D プリンターで召喚。骨が細くなっているので、サポート材を剥がすときには細心の注意が必要だ。だからあれほど。大丈夫だ問題ない。だがしかし、厚さ 1mm はさすがに貧弱ですね。これはディオ様によるすまんかったフラグなのか？だが、それも問題ない。なぜなら？0.2mm 厚のカーボンシートを接着すれば、カッチカチになるって前回の動画で学んだから。よく形状に凹凸ができないように、段差はヤスリで修正済み。これには堀越さんも納得の仕上がりなのである。あとはΦ6mmのコアレスモーターと、前回の思想で実績のあるサイドスカートを取り付け、配線をすれば完成だ。そういえば前回の動画のコメントで、コアレスモーターに次ごときにリポニツは、合成すぎるんじゃないかという指摘があったので、今回、まずはリポ一つで配線してみよう。配線はこんな感じ。いい振動だ。そういえば今回からリポ充電器を新調。河野取氏に教えてもらった VIFLY の充電器を使っています。この充電器、ルール無用純正リポの PH2.0 と BT2.0 コネクタに対応していて、液晶ディスプレイ付き。4.35V まできっちり充電できて、かつ、3.8V のストレージ充電、放電にも対応している。GOD 充電器だからおすすめだぞ。Amazon だとバブった値段がついているけど、ヘリモンスターっていうお店で安く買えたので、概要欄にリンクを貼っておきます。体重チェック。リポを1本にしたから前回より軽くなっているはず。36.0g、18.1Y。LC を攻略するためのダウンフォース計算。設計条件の体重が 40g だったので4グも軽いぞ。これはもう、敗北を知りたい。ということでいざいざしそうといきませう。前回より早い。LC も余裕でクリア。が、タイムは良くないぞ。やはりリポ1本では力不足なのか。3.6 秒あたりがこいつの実力のようだ。だがここは落ち着いて、LC の挙動を確認してみる。
流れるようにスムーズ。LC で浮いてる気配は全くないぞ。LC の頂点。若干のアウトリフトはしているけど、ほぼほぼコースに張り付いている感じ。よく形状のダウンフォースがきっちり効いているのか？はたまた単純に速度が遅いだけなのか？これはリポーバイプッシュして確かめねばなるまい。リポーバイプッシュしてみた。これは速そう。純粋に考えれば速度が2倍。3.6 秒割る2で夢の1秒台に突入だ。やはり先人は頼りになる。そういえば体重は 44.4g に増加。つまりリポ1本は 8.4g ということですね。いざいざ、その持て余すパワーを解放するのだ。これは少ない。リポ1本の時とあまり変わらないタイムだぞ。はい、接着が脱着しました。私はロックタイトを信じていたのに。仕方がないので接着し直すんですが。脱着しちゃうんです。しかも、平面速度も1秒を切れないというね。これでは JC1 秒台は愚か、2秒台もはしぼう。ということなので、ここは一旦仕切り直し。ローラーの取り付けなど再設計することにしました。重量の増加なくローラーを固定する方法を考え中。何か良い方法があったら教えてくれメンス。あとスピードが足りない。モーターをもう一つ大きくするしかないのか？もしくはダウンフォースが大きすぎて、ストレートでスピードが出ていないのか？とりあえず次回は、LC で離陸することを目標に、頑張りたいと思っています。キリ。ではでは。